都内のゴルフ練習場にやってきました。今日はトヨタイムズスポーツとして初めてレクサス所属の松山英樹選手の取材です。今日は松山選手がですね、ジュニアゴルファーに向けたレッスンイベントを行うということで、私ここに来ております。レクサス所属ですからね、LBX ありますね。さらに LX もあります。かっこいいですね。ここに松山選手が来るということなので、ちょっと待ちましょう。あ、黒い LX が来ましたよ。あれかな、本物の松山選手か。まずどんな体格なのかもちょっと楽しみですね。松山選手来ました。松山さん、こんにちは。トヨタイムズの森田と申します。今日はよろしくお願いします。続々とジュニアゴルファーの皆さん来てますね。今日は12歳から16歳、18歳、学生の皆さんですね。松山選手のレッスンを受けられる、羨ましい。松山英樹選手、ようこそよろしくお願いいたします。お願いいたします。今日は、しっかりと、皆さんの質問に対して 100% で答えたいと思っているので、何でも聞いてください。よろしくお願いします。こっちを速くしないから、多分体がちょっと速く回すから、速くこっちだ。ここからは松山英樹選手のトークセッションを行っていきたいと思います。パターの練習、何がいいとかありますか？でもやっぱこれも数だと思いますし、その距離感の練習を一番した方がいいと思います。大きな拍手で松山選手を送っていただければと思います。お集まりをいただきましてありがとうございました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。レッスンお疲れ様です。お疲れ様です。お疲れだと思うんで、はい。森ゾーティーをちょっと。ありがとうございます。森ゾーティーご存知ですか？はい、この前会長から、聞きました。もう会長自ら。その時飲んでないんですけど。じゃあ今日初めてですね。初めてです。乾杯しましょう。はい、じゃあうわ、すごい。すごい香り。すんごい香りますね。うわ、めっちゃ美味しい。下手かよ。あんま食レポとか慣れてないですね。したことないんで。したことないですね。私もいただいていいですか？おお、今のリアクションがよくわかります。わかりました。わかります。これ森を飲むっていうテーマがそうなんですけど、森飲んでる感じしますね。しますよね。森がわっとくるような、金木犀の香りで、どうですか、レッスン今日寒かったですけど。この若い力っていうのをまざまざと見せつけられて、僕もすごく刺激になったんで楽しかったです。森蔵さんとも最近会ったということですけど、どんな会話されたんですか？どんな会話は言えないですね。言えないような会話が、はい、そうですか。森蔵さんとはね、松山選手がレクサスと契約された時に、世界で共に戦おうという、そんなメッセージがあったと聞いてますけど、その時どんなふうに思ったかとかっていうの覚えてますか？その時当時思ったのは、僕でいいのかなっていうのが率直な感想でしたし、でもこんなね光栄なことはないと思うんで、もう本当に頑張ろうっていう気持ちに身が引き締まる思いでした。そこから10年以上経って、その共に世界で戦おうということで、トヨタ自動車社長として多分森蔵さん、豊田会長、社長会長として戦ってきた松山さんも世界で戦ってきた、この10年ちょっとっていうのは振り返るとどうですか？うまくいってる時もね、悪い時もずっとね熱くサポートしていただいたんで、すごくありがたかったですし、一つの形としてマスターズのねメジャーで勝てたってことはすごく嬉しいですし、この前ねお会いした時には全部取らなきゃいけないっていう話もさせていただきましたし、もっともっとねこの10年を飛び越えていくようなね
活躍を期待しているということを言っていただいたので、本当に頑張りたいなと思ってます。世界の舞台で戦うっていうことっていうのは、はい、その10年前に想像してたものと実際にこの戦ってみてっていうのは違いはありましたか？最初の、ね、何年間かはうまくいくことが多かったので、この10年ちょっと過ぎた時にはもっと上に行ってるんじゃないかっていうところと、やっぱり最初の共に戦おうって言われた時はやっていけるのかっていう心配もありましたし、どっちの、気持ちもあるんで頑張った10年だったかなと思うんですけど、これをね励みにもっともっと頑張りたいなと思ってます。世界で戦うことっていうのは、松山選手にとってどんなチャレンジでしたか？初めてマスターズ出た時にこの舞台で戦うんだっていう強い気持ちが芽生えたんで、それが世界に挑戦していくっていうか戦うっていう感覚なのかどうか分からなかったんですけど、今思えばそういう感覚だったのかなっていう、そのマスターズ出た時にそういう気持ちになっててよかったなっていう思いは強いですね。その時っていうのは自分は日本人として世界で戦ってるっていう意識が強いのか、また全然違う感覚なのかっていうのはどうですか？やっぱり日本人として戦ってる気持ちもすごくありましたし、ただそうやって思ってると勝てないんじゃないかっていう気持ちもありましたし、その葛藤はすごくありましたけど、やっぱり日本を代表して技術ツアーで頑張ってると思ってるんで、壁っていうものを越えていかないといけないと思ってるんで、マスターズというところで勝つまで行って世界で戦うじゃなくて世界で勝つために必要なことっていうのは松山さんの中で一つ答えが出たりしました？答えっていうのはないんですけど、準備すること、自信を持つこと、それを誇りに思うことかなと思ってますね。やっぱ準備して、結果がどうであれ、その準備に 100% 注げたかっていうのがすごく大事だと思いますし、そこをあれしとけばよかったこれしとけばよかったって考えるよりは、それを誇りに持ってまた次のトライをすればいいと思いますし、その上で、早く結果に結びつけるのは大事だと思ってますけど。マスターズという大きな舞台で結果が出たということに加えて2024年という今年はオリンピックという舞台でもメダルを手にしました。これは松山選手の中ではどんな記憶思い出として残っているんでしょうか？そうですね、本当に嬉しい出来事の一つだと思うんですけど、やっぱり金メダルを目指していた以上、悔しい気持ちは当然あったんですけど、でも日本の男子ゴルフ界にとっては、このメダルをもたらしたということはすごく大きいことだと思いますし、頑張ってよかったなと思います。多分戦った人じゃないと分かんないと思うんですけど、その PGA ツアーとかとオリンピックっていうのはなんか違うんですか？全然違いますね。はい、PGA ツアーは優勝者かそれ以外かって感じですけど、それを金メダルっていうふうにくくると、そうなんですけど、メダリストとそれ以外っていうふうな戦いにもなるんで、日本を代表としてプレーしてるんで、全然違う思いはありました。メダルというものをかけてもらった瞬間、照れくさそうなのかなんかちょっとはにかんだようないろんな表情に見えたんですけど、気持ちとしてはどうでした？ほっとしたっていうのもあるんですけど、かけられた瞬間、そのメダルが重くて重たと思ってにやけちゃいました。思ったよりも重かった？そうですね、首にかけられることが基本ないスポーツなんで、こんなに重いんだと思ってちょっとびっくりして、松山選手にとっても初めての体験だった、はい、そういう意味では2024年っていうのはそういう、世界で戦って10年以上経ちますけど、また新たな一歩というか、そんな一年になったんじゃないですか？そうですね、本当にメダルと優勝目上げることができて、勝利数も伸ばすことができたので、11勝、12勝とまた進んでいければなと思ってます。松山さんは普段アメリカを拠点に活動されていて、でもこのオリンピックという舞台では他にもたくさんトヨタのアスリートが活躍してたのはご存知ですか？正直あんまり多分松山さんあんまりご存知ないなと思って、松山さんも我々トヨタアスリートとして応援してたので、ちょっとこのトヨタアスリートの横のつながりみたいなのをぜひ意識していただきたいなと思って、他のトヨタアスリートとコミュニケーションを取ると、松山選手に聞いてみたいことあるんだっていうアスリート結構いてですね、ちょっと今日2つ質問を持ってきましたんで、ちょっと松山さんに答えていただきたいなと思っておりまして、いいですか？トヨタガズーレーシングウェックチーム世界耐久選手権ルマンとかですね、の小林カムイ代表から松山選手に質問です。僕はここ数年レース界の将来を考えるようなことが多くなりました。
ゴルフ界を引っ張る松山選手は日本人が世界で活躍するためにどんなことが必要だと考えていますか？そうですね、これは難しいですよね。わかんないですね、未だに。未だに見えている、はい世界で戦っている中ではい例えばここが足りてないなって思うところとか、もうちょっとここ頑張りたいなっていうところとかあるんですか？まあ、僕自身はあるんですけど、こうゴルフ界とか日本人がっていうところになると、まあ、それはやっぱりいろんな環境の違いもあると思いますし、環境だけのせいにはできないと思いますし、それは何とも言えないところだなとは思いながらいつも感じてます。例えば今日のジュニアゴルファーに向けたレッスンもそうですけれども、そのゴルフ界というその業界の未来を考えた活動みたいなこともこうやって松山さんされてるじゃないですか。そこに対する思いというのはどうですか？将来ね、まあ、活躍できるかできないかは分からないですけど、まあ、ゴルフ界にいるかどうかも分からないですけど、一つのこういう経験を生かして世界に羽ばたいていけるような、ね、人が増えていけばなと思ってます。若いゴルファーたちと接する中で一番こう松山さんこういうことを伝えたいな、自分もこんなことを伝えたいっていうのはどんなことがあったんですか？まあ、やっぱりこう自分の持っているものを全てね、出したいと思ってますし、まあ、聞かれたことには全てね全力で答えているつもりなんですけど、はい、マインド面なのか技術面なのか、こうどっちを伝えたいっていうのは何かあります？質問される内容にも変わりますけど、その人に合わせて答えていければなとは思ってます。どっちかっていうとじゃあ松山さんは自分の戦う姿で見せるタイプというか。喋るのが得意じゃないんで、はい、そっちの方が合ってるかなとは思ってますけど。なるほど、ありがとうございます。もう一問言っていいですか？はい、もう一問はトヨタベルブリッツラグビー日本代表の姫野和樹さんからの質問です。私もゴルフをやりますが、はい、ミスをした後に引きずってしまいます。すぐに次のプレーが始まるラグビーと異なり、ゴルフは考える時間があって切り替えが難しいと感じていますが、松山選手はどうやって切り替えていますか？あんまり切り替えれてないですね。あ、それが答えですか？切り替えられていない。まあ、次のプレーが始まるんで、時間がこうあるようでこう歩いてたりとか、もう次のこと考えないといけないんで、引きずりながらも次のこと考えてるんで、考える時間があるのはあるんですけど、もうなんか次のことに考えてないと、その場でいきなりこういう状況だからどうしなきゃいけないっていうよりは、もう想定していかないといけないんで、ミスした後って思ったより多分時間ないと思います。プロゴルファーとしてこうやっていく上では意外とみんな時間ないと思ってるはずです。あ、そうですか。はい、じゃあそのミスしちゃったことはどっちかというとパーンと忘れたりもする？いや、忘れれはしないですよ、やっぱりミスしてるんで。けどもう次の場所がどういうところにあるんだろうっていう、このでどういう状況か想定していかないと、とんでもないものが、ね、いきなりドンって来られても耐えきれないんで、やっぱ、まあ、そういうものをやっぱ準備していくんで、もう次のショットのところに。常にじゃあ結構あれですね、準備に追われるっていうか、そんなイメージで戦われてる。このプレイヤーが打った球を見てどういう、ね、ボールが転がっていくかとかも見て考えなきゃいけないんで、まあ、こっちからやっぱ難しいよなとか考えなきゃいけないんで、思ったよりは時間ないと思います。じゃあどっちかというと、落ち込んでるような暇はあんまない。そうですね。本当に落ち込んでる時は本当に調子が悪い時ですね。なるほど。またやっちゃったよと思いながら、まあ、その次のプレーが今後のね、自分のプラスになるかもしれないと思ったら無駄な一打打てないんで、まあそういう気持ちではあります。そういう時ってなんかこう無理に切り替えようとしたりとかはしないんですか？あんまりしないですね。まあ、ミスした原因を何だったかなとか、次のことを想定しながら何でミスしたんだろうっていうのを、どこが悪かったかなっていうのを考えながらは歩いてる。例えばね、ラグビーだと、80分間という戦いで試合はパッと終わるわけですけれども、ゴルフはこう4日間続くわけじゃないですか。この長い戦いの中でのメンタルの保ち方というか、その設計戦略みたいなことっていうのはどういうふうに松山さん考えてるんでしょうか？4日目まではこう基本的に、ね、ミスしても、取り返せる時間がある、けどその大ミスをしてしまったらそれ取り返すのに1ホールとかで、ボギーだったらバーディーでこう1ホールで取り返せますけど、それがこうダボ取りとかになると取り返せる時間が減っていってしまうんで、そういうミスをできるだけしないようにで、この4日間のトータルで考えていくっていうのがすごく大事かなと思います。その4日間の中で
心の部分っていうのは一定に保とうと努力するのか、それとも結構流れに身を任せてるのかっていうのは流れに振り返ると。任してますね、僕は。おー、そうですか。もう悪かったら怒り散らかしますし、やってらんないって言ってコーチとかに当たったりキャリーに当たったり、まあでもそれはね、まあそれで一瞬で、ね、もう終わった後にそういう吐き出して、でもう練習の時からもう次の日の準備を始めて、もうこのベストを尽くせる状態に持っていくっていうのが大事だと思うので。よくね、スポーツアスリートの人たちに話を聞くときに、心技体って言葉が出てくるじゃないですか、心、技、体、でこう何がこう優先順位が高いのかみたいな話を結構聞くことが多いんですけど、松山さんはご自身がゴルフをやる上で心技体、これ順番つけるとどうですか？全部大事です。全部大事。はい、技術が大事とか、はい、メンタルが大事とか、体が大事って思ってましたけど、今は全部大事です。みんなね、その中の優先順位だと思うんですけど、つけれないです。メンタル弱っても、ね、技術影響してしまいますし、ね、技術ないとね自信持てないですし、体が良くないと練習もねメンタルも崩れてくるんで、何が大事って言って全部大事だよって全部揃ってないといけない。揃ってないといけないと思ってますね。トヨタイムズスポーツっていうのは、いろんなこう競技に触れることがあるんですけど、こうそれぞれこう競技の特性が多分あって、勝つために必要なことって違ってくると思うんですけど、私ちょっと松山さんに聞いてみたいなと思っていたのは、ゴルフで勝つために必要なことっていうのは松山さんはどういうふうに考えてるのかな？一番大事な時に一番いいショットを打てるかだと思います。それはまず一番大事な時はここだっていうのを見極める必要があります。大体ね、もう残りの最終日残り何ホールかだと思うんですけど、そこのここだって思うところでこうしっかり打つことができたら自分も乗っていって流れに身を任せれるとか、これ外してしまったりここミスしてしまったら気持ちも落ちていっちゃうし、立て直すの大変だなっていうところはやっぱありますよね。ここぞというところでいいショットを打つためにはもう一歩踏み込むと何が必要なんでしょう？どういう練習してるかじゃないですか、それは。そこはもう練習が嘘つかないというか。嘘はつきますけど、嘘はつくか、そうか。でもどういう練習をしてるかじゃないですか。それ練習の時のアプローチってことですか？だと思いますけど。例えば松山さんどういうアプローチをされてるんですか？それは言えないですね。いろんなアプローチありますけど、その再現性高める練習もね、ありますけど、そこは僕は言えないですね。そこが肝ですね。そうですけど、僕僕は言えないです。そこは死ぬ時には言いますね。なるほど、そこが世界の松山の鍵ですね。いやいやい今年は、はいオリンピックでそうやって銅メダル獲得されて、さっきね節目にもなったと思いますけれども、また来年、日本でもまた松山さんの活躍が見られるというニュースを目にしまして、2025年に向けて最後、一言いただけますか？今年ね2勝とメダル取れたんですけど、来年はねさらに勝って世界ランキングをね上げてスコッティ・シャフリーに近づけるように頑張りたいなと思ってます。応援しておりますので、またトヨタイムズスポーツにも出演してください。ありがとうございました。